どうかな。ぴったりんこ行くのか否か。さあ、お疲れちゃん、主だよ。今日はフリードくんの車内から始まります。現在、主のフリードくんの車内はね、こんな感じ。まあ、なんせ荷物が多いですね。あんまりにも荷物が多いっていうところで、収納を増やそうかと考えてます。今回考えてるのはね、ここの屋根に収納のね、棚を作ろうかと企んでます。ここの上ですね。予定としては幅が114かな、奥行きが44、そのくらいのね、棚をね、作ろうかと思ってます。今回考えてるのは、加工をほぼしなくて、誰でも真似できるようなシンプルなプランで企んでます。さあ、果たしてどんな棚ができるのかな。それじゃあ今日もやってみるよ。始まるよ。はい、そしたら車内からちょっとお届けします。で、今回の作戦は、この取っ手を外して、ここにブラケットみたいなものをつけて、そこに板をバチコンってはめるみたいな感じなことを考えてます。それで、まずここを外すんですけど、イメージでも反対側はね、ちょっとね、もう組み立てました。今回はみんなが大好き、イレクターパイプ。こちらを用いてやってみたいと思いますね。そしたらまず、ここのね、蓋を外しますね。ちょっとマイナスドライバーかなんかでこじれば、外れるかなと思います。よいしょ。こういったのを外しましょうね。よいしょ。はい、外れました。そうするとね、中はこのようになってます。ここの真ん中のピンを、上と下をつまんで引っ張れば外れます。この中のピンをつまむ、車内で取るのは難しいな。爪をつまんで引っ張る。はい。このように取れます。そしたら、次は何をするかというと、このようなね、ターンナットっていう、これもみんながよく利用するものだと思うんだけど、ターンナット。こういうのがあります。それと、用意するものはこのようなね、ブラケットを用意しますね。これも概要欄に置いときますけど、ちょっとね、高さが違うのがポイントですね。このようにね、高さが違うことによって、バーをね、平行につけられる。これが結構肝かもしれません。それと、6ミリのボルト、長さが25ミリ。こういうのも用意してます。それでは、まずこの長いのと短いのがありますので、短いのが前、長いのが後ろでつけていきたいと思います。それで、まずは、ボルトを入れちゃって、このね、ターンナットね、落っことしやすいので、先にもうちょっとかましておきます。こう。かましといて、うまいことね、スライドしてもう入れちゃいます。そんで回していくと、中で効いてくれるので、はい。これで、一旦仮止めしときますね。後ろも同じようにやっていきます。このように、ちょっとだけネジをかましといて、ここに入れると。よいしょ。そんで、回していくと、入っていきます。で、これちょっと動くぐらいにしときましょう。現状こんな感じで、ちょっと、まだ遊ばしておきます。そしたら次にこのイレクターパイプを用意するんですけども、ちょっとね、長さをまだ決めてないので、後ろ側があんまり後ろに行くと、ここが膨らんでるので、だいたいこの辺までの長さにしますね。前側はバイザーが開くようにしたいので、それを考えて長さを決めたいと思います。そうね、30センチでカットしましょう。で、ちょうどこのイレクターパイプが60センチあるので、これをちょっと半分にカットしたいと思います。このようなパイプカッターを使って半分にします。ちょっとね、車内で撮影するのは初めてだけど難しいね。ここが30センチ。そしたら、パイプカッターを使って、狭い。外でやれって。これで、回しながら、カットをしていきましょう。はい。
よし。はい、切れたかな。はい、切れました。そしたらね、先ほどのこの部品を使って固定をしていきましょう。それで付属のボルトで留めていきます。映してなかった。はい、そしたら付属のボルトを使ってこのパイプを固定しました。で、一応ね、パイプは前を面にして30センチで仮止めにしておきます。反対側、こちらはね、ちょっとカットしてないので、ちょっとカットしたやつに交換をしてみますね。そしたら、運転席側と助手席側も取り付けることができました。一応まだ遊ばしておきます。そしたら次に、このよくあるイレクターパイプのパーツ。これを、ここにね、パチンと2箇所つけますね。こっちは後ろ側にしようかな。はい。こういうイメージですね。現状こうなってます。これを反対側もやりましょうね。そうすると、ちょうどここの端から端が114センチになります。後ろも114センチ。で、これで、俺不思議だなと思ったのが、これを取り付けるときに、なんか前がすぼんでるように見えてて、だから板を斜めにカットしなきゃいけないかと思うんですけど、どうやら、なんかね、平行なんだよね。114じゃん ?114。平行になってます。ってことは、あとはホームセンターに行ってカットするだけっていうのがいいじゃないですか。斜めとかがカットが大変なので、まっすぐ行けるのであれば、もうホームセンターでカット、縦横カットするだけです。それで今日はもう板をカットしてきてもらったんですけど、幅が114、奥行きが44で作りました。ちょうどね、この後ろのギリギリのところまでいけると思うんだけど、このくらいかな。44センチ板をカットして、前側をこのパイプの一番前に持ってって、後ろ側がここのギリギリまで来るイメージで板をちょっとつけていきたいんだけど、そしたら、ここを採寸して、このイレクターのこのパッチンってはめるやつを板に取り付けて、最後にバチコン行ってみたいと思います。いい作業台がありますね。そうしたら、ここに4箇所この部品がつくんですけど、5センチのとこと28センチのところに印をつけます。5センチ、28、5と28。はい、こういうイメージですね。それで最後にこれをバチコンっていく予定なんですけれども、とりあえずね、ネジは買ってきたんですけど、いやー、ちょっとね、ドリルの刃を忘れてきちゃいました。いけるかな。いやー、下穴開けたかったな。あ、大丈夫そうだね。そしたらこれをちょっと4箇所取り付けていきます。はい、こんな感じに取り付けることができましたね。そしたら車内に取り付けてみたいと思うよ。よし。いや、どうかな。狭いな。さあ、ぴったりんこ行くのか否か。ここと、ああ。いや、これ一人じゃきついぞ。どう行く？もう見えてないし。ここか？ここか。あ、片っぽずつか？どう？この辺。あ、この辺。いや、反対がきつい。あ、妻ちゃんが欲しい。ああ、よいしょ。
よし。来た。どうですか？入った。入りましたよ。着きましたね。はい、なんとか着きました。どうかな。ちょっと後ろから見てみようかな。お、このくらいの収納が生まれましたね。中ではこのように取り付けてあります。一番ね、高いところでね、おおよそなんですけどね、135ミリぐらい確保できましたね。それで位置が決まったら最後、増し締めをしていこうかと思います。よいしょ。先にがっちりつけちゃうとパッツンコが合わないからな。いいね。はい、まあ反対もちょっと固定をしましょう。パフ。はい、そしたら一旦完成とします。こんな感じですね。で、左右も一応増し締めはして固定はできたんですけども、やっぱりね、ここのガッチャンだけだと万が一落ちてきたら怖いので、ガッチャンした後に最後になんか固定するロックみたいのがあるといいな。ここはちょっと R つけたいですね。頭ぶっけたら怖いもんね、ここ。あとはバッツンコした後になんかこう固定する何かつけた方がいいよね。何か落ちない方法をちょっと考えた方がいいかなとは思います。前から見るとこのくらいのスペースですね。あとは物が落ちないようにちょっとなんか工夫した方がいいかもしれないですね。で、乗った感じ、頭はまあどのくらい？ぴったりでもげんこつ1個分ぐらいはあるんじゃないかなと思うので、まあ運転してて頭が当たるってことは主ではなさそうかな。はい、そしたら今回はフリードの天井収納を作ってみました。で、ちょっとまだね、完成とまでいかないんですけども、この後にここ色を塗るのか、なんか装飾、なんか生地を貼るのか、なんかを考えるのと、あとは荷物が落ちないようになんか工夫するのと、あとはね、このバッツンコだけじゃ不安なので、何かロックを考えたいかなと思っております。そうだね。ちょっとまだ何かを乗せるのは怖いので、ちょっと工夫をしたいと思います。なのでちょっとね、もう1話ぐらい作ろうかなと思いますので、まあ一応ここまでの使った部品とかは概要欄に置いときますので、参考にしていただけたらなと思います。サイズとかも全部書いときますので、ぜひ参考にしてください。よし。ちょっと中途半端だけど、本日はここまでにしたいと思うよ。それじゃあ行くぞ。せーの。お疲れちゃん。